今日はフィアットパンダモレッティ 4x4 に乗っています。なんと今日は友人のパウロさんがドライブして、そしてパウロさんのコレクションであるとても珍しいパンダモレッティ試乗することができています。このパンダという車はジョルジェット・ジュージャーロさんがデザインされたとてもベストヒット、世界中でヒットし、そしてイタリアでもとても未だにね、たくさんの方が現役で走らせている、そんな愛されている1台で、先日ジョルジェット・ジュージャーロさんにインタビューさせていただいた時、自分の一番の自信作は何ですかって聞いたら、なんとこのフィアットパンダだったんですね。そんなジュージャーロさん自慢の1台に今日こうしてね、イタリアの道を走れるっていうことはとっても貴重な経験をさせていただいていると思います。それでね、ちょっと嬉しいお話なんですけど、このフィアットパンダモレッティはなんと日本にやってきます。ですので僕のね、ドライビングインプレッションは日本のワインディングでまたお届けできると思います。いやー、それにしてもね、このイタリアの景色最高ですよね。ここはね、トスカーナ地方なんでブドウ畑がね見えたり、とにかく素晴らしいワインディングロードがね、もうそこらかしこにたくさんあるんですよね。でそんな中をね、このオープントップのパンダで走れるっていうのはね、すごく爽快です。意外なんですけどね、やっぱりエンジンパワーは正直言ってプアかもしれないんですけど、ボディがめちゃくちゃライトウェイトで、そしてね、意外とシャシー剛性も高くて、まあまあハイスピードコーナリングができるんですよね。ハンドリングはね、やはり 4x4 なんで少し俊敏性には欠けるのかもしれないんですけど、それでもね、この軽快さ、コーナーリングスピードの高さ、身のこなしの軽さ、これがね、この初代フィアットパンダの真骨頂だと思います。そしてね、なんとこのモレッティパンダはオープントップを思いっきりね味わえる仕様になってますから、これ雨が降ったらどうするのと思われるかもしれないんですけど、実はソフトトップとハードトップもしっかり用意されていて、そちらをね装着すればもちろん雨の中も十分使える、そんな1台になっています。まあでもね、外見の可愛らしいデザインだけでなくて、このねコンパクトなサイズからびっくりするくらいね、インテリアが広々としていて、そして小物入れもたくさんあってね、普段使うにもとっても使いやすい仕様になっています。やはりね 4x4 なんで、スタンダードパンダよりは足回りが締め上げられていて、それなりにね突き上げ感もあるんですけれど、まあ実はこの 4x4 パンダで砂漠のねラリーに参加されているというパウロさんは、実はラリー仕様のパンダも所有されていて、今度そちらはね砂漠のラリーの一緒にもしかしたら走れるかもしれないんで、その時にご紹介できたらなと思います。まもなく7月を迎えるフィレンツェなんですけど、とてもね気温が高くて、今日は最高気温が36度でした。今もう夕方の6時過ぎてるんですけど、それでもまだね28度ぐらい、結構高温な気温で、ただねこのイタリアの気候はとっても湿度が低いんでカラッとしてるんですね。ですから若干汗ばんでもね、すぐにサラサラっとこう心地よいね風が吹いてくれると、そんなにね日本の梅雨時期のようなベタベタ感もなくて、まあスポーツカーを走らせるにはイタリアは最高ですよね。先日もねミリミリアで5日間1800キロ近くを走ってきましたけど、まあちょっとねミリミリアは本当に過酷なラリーイベントなんで、初めてね参加された方は皆さんとってもびっくりされるんですよね。まだ走るのっていうね。朝
7時前からスタートして夜ゴールするのが10時を過ぎるというね、ちょっと普通では考えられないくらい長時間ドライビングをしなきゃいけないんですけど、それをね1957年までのクラシックカーたちで走るわけですから、今年もたくさんの車がリタイアされてましたけど、途中でね止まってもサポートのメカニックさんが駆けつけてくれて修理してまた走り出すというね、そんなチームも多く見受けられて、やっぱりね完走してなんぼなんで、そういったところもみんなでね助け合って応援し合って楽しめるミレミリア、ぜひね皆さん一度は参加することを検討していただきたいイベントではありますね。もちろんね車好きでないときついかもしれないですけど、やっぱりクラシックカーにはクラシックカーの魅力があって、新しい車にはないもっとね人間に近い乗り物なんですね。最近でこそね自転車もエレクトリック、いわゆる EV パワーがサポートがついている自転車が多くなりましたけど、そういったね気候が何もない自転車は本当に人力だけでね素直に風の影響も受けるし、路面の形も拾うし、そんなね感覚がクラシックカーはぴったり当てはまるんですよね。今日試乗しているこのパンダもそんなねテイストを残している1台で、1986年式ですから、新しい年式にはなるんですけれど、それでもね補助デバイスがほぼ何もついてなくて簡素なインテリアで、それでも必要なね装備は全て装着されているというね素晴らしいパッケージの1台です。まだまだねイタリアにはこういったね素晴らしい車がたくさんあるんで、もしね興味ある方は今だとインターネットでイタリアでの車を探すことも可能ですから、そんなね中から自分のお気に入りを見つけてくるのも楽しいかもしれないですね。